こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、DC との最終決戦でした。DC ルートと名乗るだけあって、大勢の敵でした。ポセイダルルートではどうやってコロニー連合だけで切り抜けたのか気になるところです。と言ってもエピオン割とアホ性能だし、ハマーン様さえどうにかすればやれそうな気はしますがね。ということでインターミッション行きます。エマさんがガンダムマーク2の呪いから解放されたので、戦力にカウントできます。一番大変なステージでガンダムマーク2に強制乗り換えはただのいじめだと思います。マーク2を改造してやれってことですよ。中身がアムロさんとかならともかく、エマさんじゃどうあがいても無理だろう。機体が弱い分パイロットでチートする必要がありますね。機体もパイロットも弱くて成り立つのはガンタンクぐらいです。異質な特性って大事ですよね。こちらは前回ブライトさんが出撃を認めなかったので、勝手に出撃するガンダムチームたち。ニュータイプなんで暇なんでしょうね。ここで行くを選択することで、バオアクーからジャンク品を拾ってきます。ジャンク品。まああなたは邪神的な復活ですからね。プラーナ便利すぎか。邪悪なオーラがどうのこうの言う人いるので。ブライト艦長がいい大人をやっている。個人的にダブルゼータは結構好きです。色々詰め込んでるせいか、会話パートがやたら長いです。DC の時が短すぎただけ説。
ということでシナリオスタートです。ワザンさんとチャイチャー殿が月に向かって移動してきて、敵が月に侵入するとゲームオーバーです。そしてこちらにはアスピー。相変わらず10段階改造されたバッシュが周りを囲っているので、まずはこれを撃墜しましょう。ポセイダルルートの時はすぐ近くにオルドナポセイダルがいたりしましたが、こちらでは特にそういうことはなさそうです。代わりにいるのはチャイチャー殿です。ちなみにこの敗北条件はワザンさんとチャイチャー殿を両方とも撃墜するとなくなります。その際、ネイ、ギャブレイ、ヘッケラーの3人のうち誰かが残ってると敵が撤退、誰もいなかったら撤退しません。撤退指示を出すのがこの3人のうち誰からしいからですね。ダバマイロード覚悟。危なくなる。人は嘘を言う。ダバマイロード覚悟。右？いや、正面か。さらっとセリフのあるアスピーさん。戦闘前会話で声がついていたセリフは戦闘で言わなきゃいけない縛りでもあるんでしょうか。よくレイとかアマンダラとかもそうでしたね。発射を見てる限り、このゲームの戦闘時の専用セリフは確定で出るわけでもなさそうですからね。というかエルガイム勢、戦闘時の専用セリフ多いですね。ガンダム系とか多分ほとんどないのに。シナリオ面でもある意味優遇されてるし、ウィング系と同じくシナリオ的には押されてたのかもしれませんね。なお、一部だけ再現したせいで仲間にならないウィング勢。だってあいつらテロリストだし、エルガイム勢に関してはそもそも本来地球なんて来てませんし。相変わらずのダバさんの女性たぶらかし能力で、アスピーを仲間に引き込みました。こっちのルートだとダバさんの無駄に綺麗な顔は見れないんですね。ということで貴重な脱力要因であるアスピーさんが仲間になりました。脱力がある。ただそれだけでシナリオの難易度が激変するくらいに大事な精神コマンドです。ということでチャイチャー殿とワザンさんがさりげなく月に近づいてきています。2回行動しているので、思ったよりも到着が早い。一応月までの距離が近いチャイチャー殿には挑発をしよう。ワザンさんは様子を見て挑発をかけよう。月に向かう部隊とダバの方面で、戦場が2つに分かれてしまっているので、部隊は2つに分けます。分け方は、2回行動できる人かできない人か。それただ追いついていないだけでは、戦力分散です。ビルギットがダバの方に行っていたので、チャイチャー殿はあさっての方向へ。月を占拠しなと言われたのに、急に方向転換する男。そしてなんか来ました。まあ好きですし、サリーさんがシナリオに絡んでましたからね。なお、黄色軍。ちょっと邪魔なんでどっか行っててもらっていいですかね。さあ久々のポセイダル軍です。機体の性能は無駄に高いですが、相変わらず限界性能が低いまま、DC のように強化兵みたいにニュータイプチートを受けることもなく、ビットのように命中率補正をもらっているわけでもないので、平然と命中率が 0% です。悲しきかな。これがあのポセイダル軍か。そしてアスピーでネイに挑発。挑発も覚えてるし、幸運も持ってるし、アスピーの精神コマンドが有能すぎる。宇宙 B だけど。さすがはできるな。貴様などに避けてみせる。
とまず月の目の前まで来ている和山さんを仕留めます。こちらのブルーンはさらに強化型。走行と HP が上がっています。なお、限界。一番上げるべきところが上がってないんですが。なんだと。ということで和山さん撃墜。ポセイダルルートとは違い、DC ルートでは一足早い退場となります。ポセイダルルートでついでのように倒されるよりも、出番がある分マシかもしれませんね。そしてこちらのカルバリーテンプル。こちらも強化型となっており機体性能が非常に上がっていますが、相変わらず一番評価すべき武器攻撃力が全く変わっていません。1300っていうのは味方になったカルバリーテンプルのパワーランチャーの初期攻撃力で、F の頃にいた懐かしきグライアさんのパワーランチャーと同威力です。そんな攻撃力今更持ってこられても、きちんと装甲を改造しているこちらの部隊には全く効かないわけで、なぜこうもポセイダル軍は機体改造が下手くそなのか。アマンダラが遊んでるからですね。まさに硬いだけ。まるでスーパー系の敵と戦っている時のような印象を受けます。そして世にも珍しいヌーベルディザード対ヌーベルディザード。敵のヌーベルディザードの方が圧倒的に強いと思いがちですが、なんと HP とエネルギーと走行以外はこっちの方が高いという。HP 以外はそこまで大きい差でもないですしね。まあ一番の違いは運動性と限界とパイロットの性能差ですね。負ける気がしない。ということで挑発されたメイさんが突っ込んできました。先ほども言ったように、ワザンさんとチャイチャー殿を撃墜した時にネイジャブレイヘッケラーの誰かが生きていると敵が撤退してしまうので、挑発などでさっさと呼び出してちゃっちゃと倒してしまいたいです。そうしないとビルギットがずっとチャイチャー殿から逃げ回る羽目になりますからね。そんなわけで雑魚殲滅ターンです。DC ルートのように特に強い敵もいないので、バッサリとカットで。この押されている。落ちろ。ビームは効かないって言ってる。以上、今ターンにあったちょっとだけ珍しいケイラさんのビーム無効化シーンでした。量産型ニューガンダムはインコムなのでアイフィールドありませんしね。俺の戦いにそう簡単にはやられません。もらった。これで本気か。情けないやつだ。攻撃力グライアさんの攻撃食らって5万越のウーフェイさんです。出番ができて嬉しいんですよきっと。まあポセイダルルートではゲストの決戦に急に割り込んできて勝手に落とされただけでしたからね。ということで今回はここまでです。無駄に敵が多いせいで長くなってしまったので2分割です。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。